はい、どなたですか？宅配便です。ちょっと待ってね。やった！新しいパソコンが届いた。よし、入ろうぜ。皆さんこんにちは、窓絵妖怪です。今日は初めてのオンボクシングをやりたいと思います。でかいですね、この箱は。これから開けるのは MSI が作った GS63VR6RF のゲーミングノートです。VR はもちろんバーチャルリアリティという意味で、つまりこのパソコンは VR ゲームができるはずです。じゃあ、この箱を開けてみよう。もうどうやって開けるかな。開けにくいかな。じゃあ、このナイフを取って、この風に。安心してください。冗談です。でも話に戻ると、どうやってこの箱を開けましょうか。やれやれ。やっとこの箱を開けた。皆さん、大変お待たせしました。すみません。すげえ !MSI ゲーミング G シリーズ。この箱はやばいぞ。もし知らなかったら、赤い理由は MSI の印です。見せますよ。見えるかな？そう、ゲーミング G シリーズ MSI。赤い理由は、もし製品の上になかったら MSI の品物じゃないですよ。じゃあやっとオンボックシングを始めよう。おじゃ、なんかパンドラの箱を開ける気がする。ワクワクするよ。じゃあまずはゲーミングノートですね。ゲーミングノートはスリーブに入ってるから傷がついてないはずです。やっぱり傷が全然ついてません。しかも PC がピカピカしてる。 MSI の印もちゃんとパソコンに映ってやります。じゃあ開けたらどんな感じかな。なんか面白いことに英語と日本語はキーボードに書いてあります。僕よく仕事で日本語使うから、このキーボードは本当に役に立つと思います。いろんなレビューによると、このキーボードはスティールシリーズのキーボードです。このパソコンはキーボードと合わせるスティールシリーズエンジン3というソフトがあって、ソフトを使えばキーボードの動作をはじめマクロ、ライトなどをカスタマイズができるそうです。すべてのキートップに LED が搭載されている。それで、スティールシリーズのソフトで自分の機嫌によって LED の色を変更して暗い部屋の中でもゲームができます。すごいでしょ？キーを押すのが手に気持ちよくて、その上、打鍵は素敵で、あんまり大きい音がしません。これは本当に高級なキーボードだと思います。このキーボードを使うのを楽しみにしている。ところで、このパソコンはいろんな特徴がありそうです。なんかいろんなアプリと特徴があるけど、僕にとって一番大切なのは、パソコンの GPU で NVIDIA GTX 1060の高級なグラフィックスカードや、クーラーブースト Trinity のクーリングシステムや、ナヒミクというオーディオを調整するアプリや、キーボードのスティールシリーズのエンジンさんや、あと、
もちろん CPU の Intel Core 7を忘れられない。じゃあ、これでアプリとパソコンの特徴について話したから、右側を見よう。なんかとりあえず異常はないみたいだけど、もう一回見たら、あれなんか、嘘なんか電源ボタンは右側にある。それならもしかして、キーボードの奥には、電源ボタンがない。昔のモデルには、電源ボタンは奥にありましたが、今はないです。なんでだろうね。超変だけど、結構かっこいいと思う、このスタイルは。もしゲーム途中にシャットダウンしてしまったら大変だと思うけど、多分大丈夫です。じゃあ、これでこの新しいスタイルをやってみよう、後で。じゃあ続きまして、右側には USB 2.0、USB 3.0、サンダーボルト、HDMI コード、ディスプレイポート、AC アダプター入力端子。忘れないうちに、パソコンの右側と左側には排気口があって、パソコンの奥にあるスリットは吸気口です。この排気口のおかげで、熱が無事にパソコンから出て、ユーザーは長い時間ゲームができます。じゃあ続きまして左側にはパソコンのロックや有線 LAN ソケットや SD カードスロット、写真をダウンロードするためのスロットとか、あと3つの USB ポートがあります。ちょっと待って、数えますよ。僕に信じてください。絶対に3つがあります。1、2、3。そう、3つのスロットがあります。あとはオーディオ端子とマイク入力端子です。もちろん左側にも排気口があります。じゃあ底面を見よう。あれ？底面のサーフィスが変わってる。なんか手に気持ちいい。底面には4つの吸気口がある。GS63 はすでに世界最薄で GTX 1060を搭載しているから熱が出るのは仕方がない。この吸気口が冷気を吸気して下にある GPU と CPU に対して直接吹きつけて排気口で吐き出す。冷気は上から下に行くので効率よく冷やすことができます。それで GS シリーズは薄くてもパフォーマンスを出すために冷却機構をよく考えて設計されていることがわかる。その上、底面には小さいフェルト、なんかプロテクターがあります。もし、あちらこちらにパソコンを置くと、サーフェイスに傷つけないように、このフェルトはパソコンを守ってます。あともう一つのかっこいい特徴を見せたいです。このパソコンを180度に平らにすることができます。平らにしても、もちろん無事にいつも通りに使えます。ただー！この特徴が素敵でしょ？じゃあこれは PC の本体です。じゃあ次見せたいのはこのチラシと3つの怪しい箱です。このチラシは Alter Reality と呼んでて、日本語にすると現実を変える。なんかね、最近 MSI はすべてのパソコンの VR に対応してて、GTX NVIDIA グラフィックスカードのおかげで、グラフィックスは 40% 以上改善されています。って書いてある。すごいでしょ？じゃあこれで、もし MSI のパソコンを買ったら、VR ゲームができるはずです。じゃあ、黒い箱を開けよう。まずは、この大きくて黒い箱です。よいしょ。中身は何だろう。コードと製品本証、ホットキー F3 リカバリーファンクション、ゲーミングシリーズ OKOK。 あとはコード、HDMI コード。じゃあ後で絶対に使えます。じゃあこれをいらない。はい、次は2番目の怪しい箱です。この箱を開けると、
あ、パワーアダプターですね、これは。普通な感じで、いつも通りのパワーアダプターです。じゃあ、この細くて、3番目の黒い箱は、なんだろう。多分コンセントに入れるケーブルです。そう、やっぱり。コンセントに入れるケーブルで、パワーアダプターに接続すると、長い時間からパソコンを使えます。何これこの黄色と緑色のケーブルは。なんか洗濯機につながるものじゃない？アメリカではこんなケーブルがあんまりないから面白いと思う。じゃあ後で使おう。このパソコンは結構軽くて2キロしかないです。折りたたみやすいし、薄くて厚さは 17mm ほどだし、どこでも使えるゲーミングノートだね。底面も気持ちよくて、デザインもかっこよくて、おしゃれな感じだ。あとは、後ろに、また排気口があって、ステルスって書いてあります。かっこいい。じゃあ、そろそろやりましょうか、ゲームを。はい、皆さん大変お待たせしました。じゃあ、これからゲームをやりましょう。このパソコンはね、VR 向けのパソコンですけど、簡単にヘビーゲームができます。このヘビーゲームってさ、VR ゲームじゃなくて、なんていうか、開発したばっかりゲームで、PC とか、本当に高級な PC しかできないゲームです。じゃあ、先に見せたいのは、13日の金曜日ザゲームです。このゲームはまだ販売してないけど、もし JSN ボーヒスとか13日の金曜日に興味があれば F13.com に行ってベータテストに登録することができます。じゃあこの世界に入りましょう。長い時間 GS63VR を使ったらいろいろなことに気がついた。まず電源ボタンはパソコンの右側にあってもゲームプレイに迷惑をかけなかったです。考えずにゲーム途中でパソコンのオフにする可能性はそんなに高くない気がする。次は GTX グラフィックスカードのパフォーマンスブーストです。前のパソコンは GTX 970グラフィックスカードを持ってた。もちろんこのカードでヘビーゲームができたけど、時々パフォーマンスやスピードが遅れちゃった。しかし、GTX 1060グラフィックスカードの影響で GS63VR はスムーズにヘビーゲームができた。これは個人的な意見だけど、GS63VR は今のデスクトップゲーミング PC のパフォーマンスを持っている。もしテストを通じて GS63VR のパフォーマンスの分析を見たいなら、この動画のディスクリプションの中にあるリンクをクリックしてください。あとはですね、ゲーミングするとパソコンは熱くなるね。でも、クーラーブーストトリニティのおかげで GS63VR の GPU にダメージするほどじゃない。本当に安全な気温でゲームができます。なんか、弱点といえば、やっぱりそれは GS63VR のバッテリーライフです。リアルゲームの場合がわかんないけど、電源コードをコンセントに入れないと1時間しかヘビーゲームができません。もしヘビーゲームをしたいなら、電源コードをコンセントに入れた方がいいと思う。それはともかくとして、GS63VR はデスクトップと同じレベルのグラフィックスを持ってて、高級なゲーミングノートでどこでも使えて、ヘビーゲームができて、小級なゲームから上級なゲームまでの理想的なゲーミングノートです。これからゲーム開発のイベントに行くから行ってきます。皆さん、このパソコンのレビューを見てくださってありがとうございます。